に魔王軍に魔物を借りに行ったんだけど、そしたら、魔王の娘ことムーちゃんが来て、俺たちの手を借りたければ、俺たちを倒していくがいい、みたいなことを言われたの。失敗ですね。出ませんでしたね。はい、失敗です。というわけで、後で再戦しますが、作者が自分で遊ぶ玉露の続きもの、ボリューム7第3回続きからやっていきます。で、はじめになんですが、やっぱりさらっと流そうと思ったので、読み上げはやめますので、なんか気になる人は読んどいてください。では、テストプレイ。よかった。ちゃんと映るね。大丈夫だね。じゃあ、続きからで、一番上のセーブ。はい。ということで、前回なんですが、リナビビゼットを倒したんですけど、ボリューム7のシナリオは、2戦目以降、バトル内で条件を達成して倒すと追加イベントがあるんですけど、その条件が未達で倒してしまい、追加イベントが出なかったので、条件達成させようということで再戦です。で、前回の配信で答えを見たんで、条件についても喋っておきますけど、どっちがいいんだっけ何も覚えてないよー。条件について言うと、とりあえず芝居とこう。ですね。ちょっとバトルを進めると、合体魔法を使おうとしてくるんですね。大丈夫かな？何を考えてねえぞ。で、その合体魔法は、ちょっとやりすぎちゃってるので、敵味方全体にダメージなんです。大ダメージなんですよ。なので、その、敵味方に当たる合体魔法を使って、バトルを終わらせると勝ちになるんですが、その合体魔法の威力が確か9999ダメージなんだよね。だから、つまり、合体魔法が出るまでに、2人のヒットポイントを、9999以下になるように、均等に、ある程度均等に削っておく必要があります。特に今見ての通り、はとなっちゃったよ。いいや。ムーちゃんが、魔王の娘という、設定もあり、ハトくんうるさい。ちょっと黙って。よし。当然ね、人間種とね、魔王種だったら魔王種の方がヒットポイントは多いでしょうという想定のもと、ヒットポイント多めに設定してあるので、ムーちゃんの方から先に削らなきゃいけないってやつですね。なんか最初間違えてリナの方直ってましたけど、そう、これ。この威力9999の、リナベビーが使う合体魔法を使って相手を全滅させて、かつ自分も生き残るっていうのが必要になります。で、やるぞって言うんだけど、前回見てた人ならわかるかと思うんですが、最初の2回は失敗するので、まだまだ全然削るのに余裕はあります。これ回避でよかったっけ？失敗してんな。いいや。合体魔法カウンターするとそうなるんだ。すげえ、ちゃんとなってる。合体魔法、初回は、魔法が合体されずタイミングがずれたので、スターライトが出て、ダークネスが出てで終わるんだけど、カウンターした時にちゃんと、スターライト分はリーナに、ダークネス分はムーちゃんにカウンターしてましたね。すごっ。自分でもそうなるとは思ってなかった。ちゃんとしてんじゃん。デバッグをした記憶はないから、多分コードがちゃんとしてたから運よくそうなったってやつですね。
全然自慢できる話ではない。だいぶ削れてきたので、これカウンターしていいか。回避できんじゃない？できねえ。2回攻撃だもんね。そら回避できないよね。ナメプしてるとよくないな。いいな、終わり。じゃあ終わりなので、あとは耐えるだけなので、一旦自己再生打って待機。で、じゃあ、その全体9999ダメージとかいうプレイヤー側のヒットポイントがせいぜい、3桁の世界の3桁の世界でどうやって生き残んねんって話については、あったな。ヒールあるんだった。削っとかなきゃじゃん。まあ、そのライスの、チャージが5以上あると、なんだっけ。名前忘れちゃったな。まあ、確定で、必中の攻撃すら問答無用で回避するっていう回避技が使えるようになるので、合体魔法を打たれるまでに、チャージカウンターを、これは2回目不発です。はい。というわけで、次で、発動をするので、それまでに、まあね、さっきの通りヒール分はあるので、ちょっと多めに削っておこうかな。ドン。7000、5000。出ましたね。で、まあ、これなんですが、緊急回避だ。緊急回避で確定でライスだけは生き延びられる。ゲージ足りてない。これ負けじゃん。偉そうに語っといてさ、これ負けますね。無理だろ？緊急回避3使うの忘れてんだよ。調子乗って殴ってっから。これ全滅で、相打ちパターン負けになるよね。相打ちパターン負けでいいんだよね。負けでいいよね。もう一回やります。いやー、そっか。ゲージ3使うのすっかり忘れてたな。バカだからさ。バカだからさ。で、一応言っておくと、魔力解放、単に特定スキルが強化されたりとかするだけじゃなくて、味方へのバフ、敵へのデバフとかランクアップとかはあるので、ちゃんと早めに使おうねというのはあります。普通に気持ちよく喋ってて負けたな。おかしいなぁ。アグネ追撃あるし、基本ムーちゃんだけ殴っておけばいいんじゃない？今、後ろでミスキーの通知音になった。多分開きっぱやな。よろしくない。よろしくない。後でちょっと閉じよう。別にいいけど。
ここでこれしちゃうと、この後にムーちゃんが強い攻撃をしてきた時に偉いやっちゃんになるから、本当はこの流れしない方がいいんだよな。まあ、ちょっとメッセージはぬるぬるっと飛ばします。オートパンチは起動し忘れてたのでまあ、さっき読んだでしょっていうのもあるからね。あるからね。全然減ってないな。でもこれで次はあれだから、まあいいだろう。一発は避けると思うから、せいぜい当たっても一発分だから気にしなくていいな。うん。で、こっちは一応、だから次こっち削りに行って。次合体魔法行くまでのタイミングは確かちょっとランダム性を残していたので、ランダムだったっけ？一定ターン確定だったっけ？覚えてないなぁ。ちょっと、わからないので、警戒しとこうね。あ、当たるか。じゃあ命中高めだったっけあなた。そうでもないじゃん。なんで2回あったんだろうな。まあいいや。まだ余裕はあるから。いや、まあいいや。そろそろ。じゃあ。そろそろ待ちで。いやー、ヒールされちゃったねー。ちょっと安全を見て。まだ、これは2回目なので出ないパターンなんで、まだまだ余裕はあったんですが、ちょっと安全を見ています。さっき盛大に失敗したので。駅でいいな。大丈夫だよね。まあ、ちょっと殴っとこう。大丈夫。はい。はい。まあ、なんか、よいしょ。まあ、カウンターでちょいちょい削っておけば、ヒール打たれても、9999以下で、来たね。で、ここで、ちゃんと、ライスの行動カウンターを3以上貯めておき、かつ、チャージも5貯めておくことで、これチャージカウント5以上ないと使えないので、緊急回避をライスに打って、アグネはちょっと適当にガードでもしてもらって、死んでもらって、で、これで、合体魔法を使ってバトルを終わらせるという特定条件を満たしたクリアになるはず。なんで、この後イベントカットが入れば勝利。うまくいったー。この絵を出すためにえらい苦労しました。ちょっとオートパンチャー起動しますわ。オートパンチャー。
これ書いてて楽しかった絵ですね。というわけで、ちょっとしたイラストカット付きのイベントが、条件達成してバトルを行うことで出るよというギミックのある回でした。ということで、ストーリー的には、角の生えた女の子に、紆余曲折あったけど、リナベビが会いに行けることになったよ、みたいな感じですね。疲れている。疲れている。ちょっと待ってね。じゃあ、セーブ一応取っとこうか。もう一回やりたくない。よし、アレックスに様ついてんの面白いなーって自分で書いてても思ったんだけど、一般人からしたらな世界を平和にした勇者様やからなそりゃ様つけるわ、みたいな。そう、一応ちゃんと、デフォの衣装がピンクの服着てたりとかで、この子が可愛いもの好きだというのはちょっとわかるようにはしていたりしました。で、ね、そう、ここでバイソンが言うのは、そういうオチを言う。そう。要は、差別される側は一番差別的な思想にさらされてるから、当人自身が自分の属性に対してめちゃくちゃネガティブなことを思っているから、っていう話ですね。平安に続くイベントはのんびり見ておきましょう。私、休憩タイムにございます。確かコリーの名前とかも結局羊のなんか種族、羊の種類から取ってた気がしますね。羊っぽい角なので。やっぱね、リナックスはね、人間ができてるんだよね。勇者一族だからね、ちゃんと最後ね、丁寧な言葉で喋ったりとかね、そういうのは意識してましたね。おや？配信がちょっと不安定みたい。要注意だよ。おや？配信終わって落ちてましたか？ちょっと見ますね。大丈夫そう？ちょっと不安定表示消えるまで待ちますわ。でも配信上でやっとこの表示出たな。
で配信すね。安定してきたみたい。あ、よかったよかった。お待たせ。お前、急に元気になるよな。まあいいけど。回線不調で、ドロップって言うんだけど、うまく、配信データ、ストリーミングを YouTube に届けられなくなった時に、こういうエラー表示を出すようにしたんです。前回、切れてる。前回というか以前、配信切れてると気づかず、終わりまで喋り散らかした事件があったので、はい。無事今回作用したし、なんなら配信も切れなかったようなので、先進めましょうかね。びっくりした。何の音かと思った。自分で入れた音だったのに。覚えてない。というわけで、ハッピーエンドだよというわけで。今、横でYouTube のウィンドウを見てるけど、非常に良いらしい。大丈夫そうだね。よかった。じゃあまあちょっと、なんとかなったぞという件の報告で。説明でわかるのがヒール先生。それは怒るわな。不用意に見るなと言いつつ机の上に置きっぱにするやつである。ヒール先生はお前の前世を信じてるから置きっぱなしにしたんだぞ。完全に悪党である。悪党というか、やっちゃいかんことをしてるんだよな。リザルドがお金に対して厳しいのは特に主戦度だからというわけではなく、彼女は彼女自身の、経理担当という職務を全うしているだけにございます。プライベートでそんな主戦度ではない。そら怒るわ。そら怒るわ。まあ、ちょっと何かがありますよということで、この話まだまだ続くんじゃよですね。まだまだかは忘れたけど、まだ続くんじゃよ。時間まだあるから次行けるな。100均総額この画面に出そうかなって当初予定ではあったんだけど UI の都合どこに置くかわかんなくなったので結局書かなくしました。まああんなもんフレーバーでしかないのでええかなって。でバーが開くんだよな、ここまで終わったら。1922さん、そろそろ仕事へ向かいます。はーい、お疲れ様です。頑張ってきてください。また来てねで、これですね。条件達成してるから、この辺は出るし、条件2つで来ると、ここでどうやって勝てばいいかみたいなのを確か出していた気がしますね。
これはやっぱお気に入りだな。はい。というわけで、まだまだちょっとあるぞということで。時間あるし、バー先見ちゃうか。なんでわざわざこのタイミングで開けてるんだ？あれか。孤児の話の解決だな、これ。まあまあまあ。裏話ができそうなとこまで私はのんびり見ておきますわ。まあ、サイさんは、ゲーム内でいうところと現代人って戦争なんて知らないヒューマンなので、元ヒューマンなので、元ヒューマン。はい、まあ、なんで、軽い気持ちで言ってるけど、偉いやっちゃに聞こえるわけですね。ライスは全然気にしてないよという話ですね。なるほどね。この件があったわけ？理解。じゃあ、戻りまして、続きを。まあ、カルテの画像を持っていったけど、何が起きたかなみたいな話ですね。机に向けさせてもよかったな、顔の向きとは思うものの。まあいいや。話は続きますわよ。この話元ネタなんだっつってたかな。忘れちゃったな。まあちょっと、まあ、レアケースがあって、やばいぞという。今日じゃんということで。で、まあまあ、アグネはね、キッズの危機には敏感なのでね。で、ブリザルドはアグネに話せば動くことを分かってあの二人に喋ったわけですね。はい。
まあ、当然、何事もなく終わるはずはないので。まあ。まあ。はい。まあ、当然この後、偉いやっちゃの事態にはなるんですけど、まあ、無事答えは見つかったので、まあ、こっそり見守って偉いやっちゃになったら、しばきに行くぞというプランで。で、まあ当然ね、RPG なんで偉いやっちゃになってしばきに行くに決まってるんですけど。この辺はちょっと、しんみりした話もあります。まあちょっとバトルが。あ、そうそう。で、今回が初なんだよな。イベントシーンの後に、バトルが出るの。これもちょっとあれですね。今回初の、あれですね。本来、バトルは、フィールドマップからしか、バトルはないんですけど、今回に限っては、というか、今回から初で、イベントシーン中にバトルがあるようです。どうやって実装してどういう流れでバトルに行くんだっけ？このままイベント後直バトだったっけ？それとも、ここで一回拠点に戻ってバトルだったっけ？覚えてないけど、とりあえず水取りに行こう。オートパンチャーがあると手離していいから、イベント中が完全に休憩時間になってしまう。まあ、なんやかんや理由はつけてますけども。ゲーム側の都合としては、ちゃんとこのゲームの主人公である五将軍側にバトルしてもらわなきゃいけないからというやつですね。まあ、ちゃんといい話にはしてますけど。あ、バトル行くな。行ったわ。今見ると、このドット、本体は可愛く描けてるけど、後ろの黒い影と赤い影爪もちょっと派手な色にして目立たせてもよかったな。はい。はい。まあ、うっかりアグネが魔力解放して殴ろうもんなら、本体の方にもダメージが通ってしまって死にます。ダメですってやつですね。なので、ライスが魔力解放で正解で。何も覚えてないないけんのかカウンターいけるな。なんかカウンターベースずれてなかった？気のせい？大丈夫？なんかずれてない？なんか表示位置ずれてない？気のせい？気のせい？気のせいだよ。気のせい。あ、やっぱずれてる。え、なんでああじゃないんだよ。ですね。今回、ボリューム11で、プレイヤーキャラクターのグラフィック変更のロジックを入れました。
入れたので、バトル開始時にその座標の変数を設定しなきゃいけないんですけども、その座標変数を設定がこのイベントからバトルに行くパターンだけも抜け漏れがあるので、プレイヤーキャラの画像、座標位置の、追加分が0になってるので壊れてますね。ボリューム7ラスボス戦のイベントから行くやつの座標設定が漏れている。はい、メモりましたが、まあ、バトルとしては、絵面ちょっとおかしいけど続けられるんで、回避いける？いけるよね。このまま続けていきましょう。でね、取れていいんだよ。なんかあったはずなんだよな。そう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 。ある程度削るとパラサイトが出るので、要は、本体が、角っこが死ぬまでにちゃんと倒しきるという時間制限バトルみたいなやつですね、実質。まあ普通にやってりゃ死ぬんじゃない？死ぬかなちょっと不安になってきたな。ちょっと不安になってきたな。ガード下がる分にはいいけど。まあ、でも倒せそう。倒せそう。間に合うか？覚えてないぞ。ペネトレ決めなきゃいけないんじゃないこの場合は。こうじゃない？できないしな。あ、死んだわ。負けんじゃない？どうすんのが良かったんだっけってまた言ってる。これは無理やな。これ来るしね。負けだよね。ちょっと、攻略を見たいです、攻略。攻略見たいんだけど、攻略のウィンドウあるね。よいしょ。よいしょ。これ、上のやつやな。6、7。ちょい文字でっかい方がいい。どこやあった。なるほどね。要は、ちゃんと、ライスのカウンターが余ってる間は、アグネにオーバーアタックを使ってもらってねという話でしたね。どうかな。で、チャージが溜まったらペネトレの強打でアグネをガード役にする。
が正解だったみたい。と。あと。あ、うん、やっぱ削れるね。これは避けれるはず。よし、ここ避けれたならだいぶね、ガードアブソープ決まっちゃうと、デフが上がってしまうので、で、ここはペネトレの強打。勝てるんじゃないか、今回。いけたいけた。やはり攻略テキストは偉大なのだ。よかったね。いや、でも座標ミスちゃんと気づけるのは偉いな。はい、無事倒しましただよ。ヒル先生初めて書きましたね、この時。ヒール先生のカルテ置きっぱなしは、うっかりしてやったのか、それとも計画的に玉露軍の手を借りたいがためだけに、あえて置いておいたのかについては、ご想像にお任せパターンですね。はい。時間もあるので、サブイベも消化していくだよ。ちゃんとアグネのドットが背面もある。昔作った頃は実はアグネは表面しか作ってなくて張り表だったんだみたいな話をおまけでしたような気がするな。子供に優しい理由の解決ですね。なぜ今になって言ったかというと、ここまで来ないと何の話だったか覚えてないからです。昔の話をちょっと消化しようね、みたいな。今めっちゃカコンカコン入ってたらごめんね。ブリザルドは、戦時中を生きていた、先輩組3人、アグネ、ライス、ブリザルドの3人の中で、一番平和ボケしているので、なぜならちょっといいところ生まれだったんで、割と戦争からは逃れて生きてたわけなんですよ。なので、同じ生まれる同じ時代を共有しているにも関わらず、こういうところで気が利かないっすね。同じ時代を生きて、同じ戦いで死んだにもかかわらず、三者三様の立場の違いがあるよみたいなのが、ちょっとこの3人の過去のあれそれではあるので。はい。
まあ、その辺の消化が少しずつ入っていくって感じですね。一応アーカイブ適切に増えたか見ておこうね。あ、増えてるね。増えてるね。40分。ボリューム7終わりにできるね。文字図案と自画予告だけなので。見舞いに来てやったのだ。いやー、書いてて楽しかったなー、この二人は。やっぱピンク色が好きなんだよね。手術して取ったはずの角がまだあるよって。そういうわけで、まあ、手術が終わった後もアクセサリーとして角つけれるようになったよという話だよね。まあ、その知り合いは誰でしょうということで続くわけですな。これも作った曲ですね。なんかエンディングに使えそうな小粋な曲があったらいいなと思って。あ、そうそう、この焼き菓子はですね、あれですよ。かの有名な、あれ。ごめん今、ぼかそうと思ったんだけど、普通に名前が出てこないんだけど、シガールだっけ？ヨックモックのあれですね。ヨックモックのあれを元にして作ったドット絵であって、決してゲーム内のあれがヨックモックのあれと言いたいわけじゃないんですけど、これなんでヨックモックの詩があるかというと、このゲーム作った時に、リアルでも、ちょっといろいろあってヨックモックのシガールの箱をもらったんだけど、置いておいたら、置いといて、で、かつ、身内が食べようとしてたから、私も食べたいからちょっと残しといてねって言って置いといたら、1本だけ残ってて、ちょっと残しといてよって言われて、はぁお前ちょっとっつったら1本じゃねえだろお前1本でちょっととか何ふざけてんのって言ってちょっと喧嘩になって、腹が立ったので、ヨックモックにしました。ほんと茨城根に持ってて茨城なんかある時に、ヨックモックはほとんど食べられたのになみたいなこと私言ってるからね。はい。そんなどうでもいい話から、あれはヨックモックになりました。ヨックモックもどきになりました。ああ、この曲覚えてんな。あれ違う。ミレドレドだと思ったのにミレドシドだった。ああ、そっか、先続くからか。ええ感じのポップミュージックとして終わったんじゃないですか？なんか普通に流してると最後まで曲がいかないというあれはありましたけど。おかしいな。まあいいや。あの曲も気に入ってはいるから、また使うてもええかもな。予告。今回コメディ回だったので、次シリアス回だと思うんですが、あの形の電話ももうだいぶない気はするんだけど。オリオン。これ作ったな。
構できいな、保留音。まあまあまあ、急に失礼な男が急に喋り始めまして。私、敬語苦手なのでララのセリフ打つとき、結構苦労して打ってた記憶ありますね。はい。続くというわけで、ララマートの謎のお得意さんからの、怪しいお得意さんからの依頼ですね。というわけで、ボリューム7おしまいにございます。46分か。コンギストも全部見てるな。てるし、かといって一本話を終わらせるには微妙な時間なので、ちょっと、記録保管庫を順番に見ていきましょう。ちゃんと出てるか。ここはまた、ここは、ちょっとリプレイは長いからカット絵だけ。ここはイベントあれだからいい。で、バーも、いくつか空いてないのがあって、これなんや。はいはいはい。この辺開けていかないとねっていう。最後の8だろ、これ多分。はい。で、2は終わって、そうだね、これは全部出るルートでやったもんね。この辺も特に分岐はないので、分出すの忘れしたらまあいいや。こういうのをね、地道にやんなきゃいけないんですよ。魅力ルートね。はいはいはい。はい。で、6。はいはい。モーブのカットめんどくさかったな、みたいなのと、バイソンですね。で、ここはさっき見たからいいか。お見舞いの絵だけ。はい。イベントリプレイちゃんと動くのかな？一応見とこうか。これ動かなかったら私は泣くんだけど、ここいじってないから映るはず。動いてそう。動いてそう。ちょっと全部流すのめんどくさいんで、デバッグであれで飛ばしますね。ここまでで帰ってくるかな？帰ってきたね。うん、大丈夫そう。ということで、ボリューム8から、初めからとか選ぶ最初の画面の背景をつけたんですよ。ということで、ボリューム8が始まると開示されるんですね。はい。というわけで、急に初手急にうつうつとした絵やんけという話ではあるんですけど、はい、タイトルカードつけました。で、タイトルカード用意した理由っていうのが、アドベンチャータイムの、タイトルカード絵を、まとめた書籍を海外から、違うな。あれどうしたんだっけアマゾンでちょっと買って手元に置いてて見てたらいいなぁと思ったので自分もやりたくなったからです。はい。アドベンチャータイムのね、タイトル絵めっちゃ面白いんだよ。すごいいい。あれはいい。まあ、そんなわけでちょうど50分にもなりましたので、おしまいにしようと思います。はい。と
というわけで本日の配信は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また遊びに来てねというのは一番最後でいいんだよな。はい。まあ無事、ボリューム7終えれてよかったかなと思います。あとね、夏休みの自由研究の成果も見せられたので。はい。で、まあ、こんな感じで、多分明日も起きれたらやるので、よろしくお願いします。でモンキーテストって言ってんだけど、レバガチャテストの件については、まあ、後ほどちゃんとまとめてどっかにアップしておくので、あれですね、配信のショートとか作ってるよってやつを、自分とこのサイトに、ブログもどきとして、ブログじゃないんだけど、まあ、ちょっと技術文書として載せてるんだけど、あれと同じようなフォーマットでモンキーテストどのように実現してるのかみたいなのは載せておこうと思います。はい。まあ、ただ当然 EGRPG でのあれになるんで、EGRPG 自体の特有の不具合みたいなのはあれば、それは当然ね、偽陽性ということで見つかってしまったりとかはあるんだけど、まあそういうのも考慮した上でご利用していかないとなって感じですね。はい。はあ、さて。まだあるな。なんか喋ること他あったっけ？まあそうだな。でも、モンキーテストが見つけてくれたバグについては、まあオフで直したりとか、まああとなんかちょっと投資プレイするまででもないなみたいな時間があれば、配信でも直すかもしれないので、その時にまたお話できたらなと思います。はい。では、BGM もそろそろ終わりですので、まあ、改めましてご視聴ありがとうございました。また遊びに来てくれたらと思います。では、またね。